おはようございます。アメリカ一周も、35日目になりました。ユニオンスクエアの、近くのホテルからまた昨日と同じフィッシャーマンズワーフまで、やってきました。ですね、リフトの自転車に乗って、ここまでやってきたんですけど、22分ですね。それで 3.79 ドルしかしなかったんで、めちゃくちゃ安くて楽しい、乗り物だなと思いました。でもちょっとサンフランシスコここまで来るのに坂がすごくきつくてですね、僕昨日ジムで寝る前にレッグプレスをめちゃくちゃやっちゃったんで太ももがパンパンなんですけど、そんな状況でサンフランシスコの坂を登るのすごいきつかったです。途中もうずっと押してたんですけど、いや結構足にきました。でもなんか坂を降りるときはもう風切ってすごい気持ちよくて、なんかもう気分はゆずの夏色状態ですね。もうやっぱ横浜出身なもんですよね。ゆずの音楽がかかってしまうぐらいすごい気持ちいい感じのすごい長い下り坂だったんでよかったです。自転車旅先でこうやって気軽に乗れるのはいいですね。というわけでもうあっちがフィッシャーマンズワーフですね。自分は普段はブランチと夜の2食しか食べない人間なんですけれども、もう観光もアメリカ一周もですね、もうほとんど最後ですので、せっかくだから飯は食えるだけ食っておこうと、そういう気持ちで今はおります。あっちにアルカトラズ島が見えますね。飯を食ったらあそこに行くんですけど、その前にですね、さすがにちょっと名物のクラムチャウダーぐらいは食べておこうかなという気分になったんで、クラムチャウダー食べに行こうと思います。シアトルでもクラムチャウダー食べたばっかりですけれども、やっぱり店ごとにクラムチャウダー全然違う味付けしてるみたいなので、ここではここの有名なお店に行こうかなと思います。というわけでやってきたのがここですね。ボーディンベーカリーです。すぐそこがフィッシャーマンズワーフのカニのでっかい、看板になるところで、一二を争うぐらい多分有名だと思うんですよね。今回はちょっとここで朝からクラムチャウダー食べて行こうかなという感じです。でもクラムチャウダー書いてありますよね。てか見晴らしがいいな、すごいな。もうクラブベネディクトでもいいんじゃないかって気になっちゃいますけどね。とりあえず入ってきます。やっぱすごい人気店だからかめちゃくちゃ並んでるのと、シグネチャーになってお土産がいっぱい売ってますね。すごい。パンがあってめちゃくちゃ並んでるのすごいですね。でも上のレールがなんか動いてて、これは多分向こうの工場で作ったパンを今運んでる。運ぶんでしょうね。でも向こうに運ばれてるのもあるけど、あれ一体何なんだろう。非常に面白いお店です。すごいクラムチャウダー入れてます。結構でかいな。やっぱアメリカってのは一食一食でかいですよね。すごいな。クラムチャウダー自体は 10.99 ドル。コーヒー、小さいホットコーヒーつけてタックス込みで15ドルって感じですね。10分ほどですかね。待って出来上がりました。クラムチャウダー、クラムチャウダーですね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。思ったほどあっさりしてじゃがいも入ってますね。こうやってくり抜いてんだ。すごいな。よいしょ。本当だ。後味がすごいカニの風味が。カニ身も入ってますね。おいしい。
何でも高いアメリカで、これ10ドルで11ドルとかで食えるっていうのは安いかもしれないですね。パンはアメリカによくあるちょっと酸味のあるパンですね。うまい。なんでじゃがいもを入れてるんだろう。パンにじゃがいも、まあでもクラムチャウダーがもともとそういうもんだからどうですかね。玉ねぎとか溶け込んでて美味しいですね。コーヒーがすごく合います。パンに酸味がちょっと強いんで、なんかソービニョンブランとかでも合いそうですけど、まあそれはちょっと昼飯の楽しみにして、今コーヒーと合わせていただきます。このパンの器まで全部食えってことじゃないですよね。ちょっと多すぎるもんな。まあじゃあとりあえずこれ食べてアルカトラズ島に行っていきたいと思います。これ玉ねぎが溶けてるのが美味しいですね。ピア33に来ました。ここからですね、アルカトラズ島の、ツアーができます。というわけで、アルカトラズ島にこれから行こうと思います。12時ちょうどの便でですね、アルカトラズ島に向かいます。なんかここにこんなちっちゃなミニチュアができてますね。今回はマスクを必ず必着で行かなきゃいけないそうです。結構並んでますね。僕も並んだ方がいいのかな。というわけでアルカトラズ島に、行ってまいります。あの船に乗ってアルカトラズ島に行きます。なんか気づいたんですけど、ホームローはここでもクルーズやってるんですね。ホームローはって先々週ぐらいに行ってナイアガラでもクルーズを運営している会社です。カナダ側から運営していて、自分は数日間のラグで、アメリカ側から乗ったんですけど、カナダ側はホームローを運営してですね。というわけでこれに乗って、アルカトラズに向かいます。なんかすごい緑色の濁った海ですね、サンフランシスコは。でもああやって遠くに見るとすごい綺麗に見えるんですけどね。実は今日日曜日なんで本当にお客さんが多いです。ユナイテッド・ステイツ・プロパティ、ユナイテッド・インディアン・プロパティになっています。これは
いいんですかね。修正しないのかな。さて、アルカトラズさん今上陸しました。This is your only mandatory stop for the day. We're going to talk all about where to get your audio tour, where you can find that Red Power exhibit. We're going to talk about where you can catch our next Ranger Guided program, areas of the island that are only open for a limited time today, all the tips and tricks you need to know to make the most out of your visit out here today. We're going to get into all of that and more in just a couple more minutes. This is your セルフ only ガイデッドツアーだって説 mandatory 明 stop して today. ますね。 So please do come on まあ over 勝 and 手 join に us. We're going to watch folks come off that boat. Who wants to hear about オー this? ディオのガイドが、スマートフォンでダウンロードできるから、あとは適当に見ていけっていう、そんな感じみたいです。いや、こうやって見ると確かに絶海の孤島みたいなところに建てられている監獄なんだなってわかるんですけど、今日はあまりにも天気がいいように日曜日の雰囲気で人々が歩いているので、めちゃくちゃピクニックな気分になってます。なんか1963年にここ閉鎖されたそうなので、閉鎖されてちょうど49年、来年で50年になるそうです。まあ、そんだけの間、まあ、こういう観光目的以外にあんま使われてないので、見てると結構ボロボロですね。フィラデルフィアで見たイースタン州立刑務所もそんぐらい使われてなかったんでボロボロでしたけど、ちょっと似たような感じを受けます。昔の工場跡地みたいな感じですね。パワーハウス、そっか、工場っていうか電気をここで作ってたってことですね。いやー、あっちにはなんかもう窓ガラスが全部なくなっている建物が見えます。ニューインダストリーズビルディングっていうのかな。なんかちょっとあれですね、橋島、軍艦島みたいな感じがしますね。こういうのがこのまま残ってるのは。ラウンドリー。プリズナーズアットワーク。ニューインダストリービルディングもそうですけど、やっぱり囚人に労働させてたってことなんでしょうね。縫製とかそういうことをしてたってことでしょうか。でもそこにザ・ラウンドリーって書いてあるから、囚人が洗濯をしてたのか。日本と同じですね。家具とか作るので、もしかしたら日本が導入したのかな、何かかな。あれかったね。まあ僕はそんぐらいしか知らないですけど。イースタン州立刑務所にもいたし、アルカトラズにもいたってことは、アメリカの東の端でも西の端でも刑務所に入っていてすごいですね。6時半起床、9時半就寝だそうです。非常に健康的だな。めちゃくちゃいいですね。
いいかどうかわかんないけど。インディアンなんとかっていっぱい書いてありますけど、ここはもともとインディアンの土地だったそうで、まあアメリカ全部そうかもしれないですけど。エルカトル、インディアンなんだ。これ割れてんのかな。インディアンの後はスペインがずっと占領してたみたいですね。メキシコの革命が起こるまでは。でその後アメリカがこの土地を取っていた形になりますね。日本でも今ゴールデンカムイがすごい流行ってて、実写化映画化するのかなみたいですけれども、まあ、ちょっと似たような感覚を覚えますね。日本にもアイヌ、あと琉球の人たちも先住民って言えば先住民なのかもしれないですけど、まあ沖縄は先住民とはちょっと違うかもしれないですけど、アメリカに基地の分とちょっと取られてるって意味じゃそれに似てるかもしれないですけど、まあアイヌなんかは本当にアフリカンインディアンみたいな扱いになっちゃってますよね。これ触っていいの？ドゥートタッチって書いてあるじゃん。触ってる人いましたけど、これボートなんですね。こんなんで渡るのか。ちょっときついですね。ゴールデンカムイが実写化されたりしたら、アイヌの人たちにもっと注目が集まるといいですね。自分もアイヌ出身の知人がいますけれども、やっぱりいろいろと大変そうですよねと言ったらなんか身も蓋もない言い方ですけど、やっぱ収穫されてしまった側、奪われてしまった側っていうのは何世代にもわたって結構境遇が厳しくなる傾向にあるはずなので、やっぱ難しいなぁと思います。ちょうど沖縄の返還から今年50周年で、天皇陛下が沖縄返還について言及したことがニュースになっていましたが、沖縄もね、やっぱり県民所得が一番低いまま、これを沖縄の人の自助努力の問題ですって片付けてしまうのは簡単ですけど、まあそんな簡単なことじゃないですよね。Me acuerdo que tenía el cable rojito. いや、めっちゃびっくりしました。これ何なんだろう、この鳥は。そしてなんかこの水が湧き出てるのか、水を舐めてるみたいです。いやでもまあ観光地の鳥だからか、全然やっぱり僕が間近にいるのに怖がってないですね。いやでもこの鳥はちょっと怖がってないのかな。खड़ी हैं何らかしらの水鳥、アヒルみたいな感じですかね。こんな近距離で見るの初めてです。やっぱり海に囲まれててもこうやって真水というか綺麗な水が飲めるところは少ないんですよね。こんなちっちゃな湧き水みたいな一生懸命飲んでますよね。
いつまで水飲むんだろう。まあ、確かに小さい島ですけれども、雨が降ればどこかしらかこうやって脇目から水が出てくるでしょうね。さて、いや本当にあまりに天気が良くてピクニック気分なんで、なんていうか全くもって監獄を歩いてる気にならないですね。いい天気だな。人間を全然怖がらないな。餌付けしてる人は今まで見ないですけど、なんか人間に襲われることはないって分かってるからなんでしょうね。トイボートも浮かんでて豊かですね、サンフランシスコってのは。ここがメインプリズン、収容所ってことなんでしょう。本当の監獄ですね。歩いてもなんか意外とすげえ綺麗ですね。さっきまでのところより監獄の方が綺麗になってる。なるほど、最初にまずここで来て身ぐるみ剥がされて体洗って全部着替えると。そっか、これがそのためのシャワーなんだ。すごいですね。絶対お湯出なそう。冷たいんだろうなっていう感じがしますね。カリフォルニアだからいいのかな。昔は知りませんけど、今冷たいシャワーガンガン当てまくったら人権侵害の気がしますけどね。そんなぬるいことやってらんないのかな。今日はジャパニーズがちゃんとある。嬉しいですね。日本語のやつがあってすごいいいです。すごいな。ちゃんとベンチもあるんですね。Okay. なかなか狭いですね、一つ一つの独房が。これで暮らしていくのはきついな。幅 1.5 メートル、奥行き 2.7 メートル、高さ2メートル。そういうふうに決まってて、装備も全部同じさそうです。すべてのセルが同じ作りだった。ここ独房だそうです。これ閉めちゃって真っ暗にすると。いや、気が狂いますね、こんなところに真っ暗にすると。
ここは図書館だったそうです。やっぱ図書館っていうのはどんなところにでも必要なんですね。本とか情報っていうのがないと人間はやっぱ生きていくのが難しいんでしょうか。こうやって見るとちょっと人間的な生活が垣間見れますね。しかし狭くてきついですね。すごい、あれスプーンで穴掘って脱獄したそうです。そして監獄から一歩出るとすごいいい感じの風景ですね。ここは司令官の住んでいた家だそうです。司令官だけすごい立派な場所に住んでたんですね。いや、すごい。でもあっちは霧かかってるのか。エグゼクティブマンション、すごいですね。植民地の司令官みたい、総督みたいな。アルカトラスから帰ってきまして、フィッシャーマンズワーフに今おります。いやー、なんか午後から風がすごい強くなっちゃってですね、結構寒くなってきました。僕はこれからどこに行こうかと思ってるかと言いますと、目の前にあるスコーマーズっていう、レストランです。シーフードのレストランですごい有名みたいで、口コミの数とかもここは群を抜いて多いところなんですね。なんでちょっとここで、2食目をいただきたいなというふうに思います。ここにこのまま入ってっていいのかな。入り口は別にありそう。やっぱそうか。あっちがフィッシャーマンズワーフですね。少し横、こっちが入り口になってるのか。いや、風が本当に強くなってきて、こうやって外でも食べられるんだ。なるほど。めちゃくちゃいい感じですね。いや、一杯飲みたくなっちゃうな。人の名前なんですね。スコマ。フィッシャーマンズワーフから歩いて5分10分ほどですかね。いやー、ついに来たランバードストリートです。このくねくねの道路、いろんなところで見たことあると思いますけど、こんな綺麗なんだ。反対側も綺麗ですね。すごい。完全に観光地ですね。てか道路の中歩いていいんだ。みんな上から歩いてくる。そうね。走って降りてくる男らしいやつもいますね。
あ、そういう。あ、そうか、こういう風になってる。普通に民家なんですね。横の家は。おー、ここハンバードストリート、有名なくねくねしてる道ですけど、車で降りようとすると1時間ぐらい待たなきゃいけないって聞くんですけど、本当ですかね。あー、綺麗だ。いやー、すごい見晴らしのいいところにあります。これがコイトタワーですね。さっきアルカトラズから帰ってくる時もすごい見えてたでっかくはないんですよね。高台の上に立っているタワーです。ここの上に登りたいと思います。1933年に建ったと。なんかニューヨークだとかフィラデルフィアとか、まあ、フィラデルフィア登んなかったっけ。なんか高いところにばっかり登って、これが本当のお登りさんっていうんですかね。なんとか高いところが好きっていうのをリアルにやっちゃってる感じがしますが、登ってみたいと思います。サンフランシスコの目立つ塔、コイトタワーの中に入ってきたんですけど、まさかエレベーターが最上階まで行かずに途中で降りて階段で上がるとは思いませんでした。おー、これがコイトタワーの一番上ですね。ピア39が見えますね。アルカトラズも見える。ゴールデンゲートブリッジですね。やっぱこうやって見てもすごい坂の街ですね。こっちに向かって登ってきてるし、あっちに向かって登ってってるし、服の激しい街だな。周りに地震とかはあんまないんですかね。羨ましい限りですけど。こっちはダウンタウンですね。立派な感じ。昔ここのドアついてなかったんですかね。これなんか後からつけたのかなっていう感じの南京錠があります。あそこにヒルトンが見えますか。僕の泊まってるヒルトンは奥の方にあるヒルトンですね。明日はこのベイブリッジを渡って向こうのオークランドの方に行って、アマトラックに乗ってサンフランシスコとはお別れになります。サンフランシスコはすごいいい街ですね。離れるのがちょっと惜しいですけど。こんな上開いてたんですね。
13階ということになってます。事前に評価が、立てた通り、なんか子供の時に火事から助けられたから、救急車に、消防車に助けられたから、なんかその消火栓の形をしているそうです。なんか地元のアーティストを支援する目的で作ったという理由も一つあって、当時のアーティストが変わったそうです。今から90年ぐらい前の話だそうです。まあ確かに古い建物ですね。こういったタワーは、まあなんか別に大したことじゃないんですけど、たった10ドルで上まで行けるんで、まあ物のネタに上がってみるのもいいかなと思います。チャイナタウンにまた戻ってきました。ですね、チャイナタウンいろいろな食べ物あると思うんですけれども、まあ有名なのはやっぱりヤムチャですよね。一昔前、もう二昔ぐらい前ですけど、ミスタードーナツの CM なんかはサンフランシスコのチャイナタウンのヤムチャって歌にしてたぐらいですけど、今回はヤムチャじゃなくてですね、ここのレストラン、サンフランシスコ出身の友達からここが安くて美味しいよって聞いたので、ちょっとここに来てみました。そこそこ結構お値段しますから、安いのを試してみたいなと思います。あんま安くはなさそうですけどね。よく見たらシーチャンクイズインって書いてあるから四川料理だってことですね。結構まだ少し並んでて、人気なことが分かります。チャーハンと四川風の水餃子と、なんていうんですか、四川風の辛み、なんていうんですか、水鶏です。薄味のチャーハンですね、結構。辛い、本格的だな。割と広東風の味付けに慣れてる日本人が大半だと思いますけど、そういう風に感じで食べるとチャーハン結構薄い味に感じます。でも美味しい。海外でチャーハン食べると結構こういう日本に比べると塩味が控えめなの多いですよね、結構。この四川水餃子めちゃくちゃ美味しいな。チャーハンとか食べると日本料理って健康的って言われていて、実際そうだと思うんですけど、だけどやっぱ塩分の多い食事が多いなっていうのも逆に感じさせられるなってよく僕は思います。
おいしい。これ3品でいくらぐらいかな、5、60ドルぐらいかな。いやでも友達の言ってたことは間違いなかったですね。本当美味しいですこれ。まだ並んでる人がいるし、やっぱ人気店なんでしょうね。で結構サンフランシスコの有名なヤムチャのお店って3時ぐらいで閉まっちゃうことが多いんですけど、夜やってるお店も8時ぐらいまで多いんですけど、ここ9時までやってるんで本当良かったです。これが一番美味しいかもしれない。あんまりしびれの来ない辛さで美味しいですね。ホアジャオをめちゃくちゃ入れてるとそれなりの味になっちゃうかもしれないですけど、そういうごまかし方一切してないですね。美味しい。とはいえご飯も結構食べたので半分ぐらい残しつつ明日の朝用に取っておきたいと思います。明日の朝は8時半ぐらいからもうエミリービルからロス行きに乗らなきゃいけないので、結構早くてお店なんか全然やってないって感じですよね。だからちょっとロリーバッグに入れて持ち帰ろうと思ってます。というわけで、アメリカ一周も35日目はこれで終わりという形になります。明日は、朝8時半ぐらいから12時間ほどかけて9時ぐらいに、もともと出発の駅であるロサンゼルスのユニオンステーションまで戻るという予定になっています。もう12時間乗ってるんで、ほとんど朝9時から夜9時まで電車に乗ってるって感じですね。すみません、失礼しました。そんな感じで、35日では終わりました。もうすぐこの旅も全部終わりです。ちょっと寂しいですけど、すみません、どうもありがとうございました。